はい、始まりました。今回は僕の予告してた待望のこいつの時代が来ました。はい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 時代が来たっていう来てましたか？時代は時代来てましたね。来てますか？来てますね。結構勝ってますね、はい、今日は普通に逃走者やっていくんですけども、僕は作ってきました。コイルの破壊者マリーシーになります。もう全世界の猫ファンが待ってた本当は猫戦士だ結構昔のカードなんですけども、はい、うちの動画でちょっと言ったことがあるんですが、時代が追いついてきまして、時代が追いついてきたことによってこいつの時代が到来しました、はい、まず能力を説明させていただきます。はい、ナヤ4マナの54です。強い、結構スタッツはでかいです。ナヤですからね。ナヤですからね、クリーチャーの色ですから。確かに基本的に結構強いですよね、スタッツは。でまずとても重要な能力が一つありまして何それみたいな能力が一つあるんですが、いやでもそれ陰気の趣味だと思ってたんでしょ思ってたんですけどめっちゃ強いこれと思って始めてます今、はい、戦闘中対戦相手は呪文を捉えられないこれがもうね、聞いた時に何がみたいな昨日対戦された方が「あ、そうなんですか」って言ってたんですけど「そういうこと?」みたいなはいってなるっていうはいってなったんで、もちろん全員のターンっていうのをもちろん最初に説明した上で、そうだよね、そう捉えられないですねっつって、エターリで誘発するって言って、それ唱えられないですね戦闘中だからね戦闘中だからエタール唱えるですよね、エタールだから大変でしたびっくりしました思わぬ副産物がついてくるんで、主な能力をね説明していくんですが、あなたがコントロールしているクリーチャー1体が、プレイヤーに戦闘ダメージを与えるたび、そのプレイヤーがコントロールしている各クリーチャーをそれぞれ思想する、僕がコントロールしているクリーチャーが1体でもいいんで、誰かにダメージを与えたらその人のコントロールしているクリーチャー全部思想です、分かりやすいでしょ分かりやすいですね。以上ですっていう、こいつじゃなくてもいい、これはね、だからクリーチャー選手体のレベル帯だと異常に強いということになっていますよね。そうですね。だから今日はロープライスまではいきませんが、カジュアルのデッキの5、6択で遊ぶ構築ということになるんですけども、そうこれを間違えてはいけないのは、8アッパーのタクだともう終わりですシステムが機能しないから5、6と7、8は違うゲームなんで5、6だと戦える逃走者になります、でも一応めっちゃ金額を抑えればかなり低価格で組めるはずなんで、そんなにどうしても必要なカードが高いわけではないですね、結構安く組める構成ではあります、じゃあまずどんなカードが入るか、まず早速説明させていただきたいんですけども、まずブリキ通りの三河足っていうカードがあるんですけども、こいつ能力簡単です、1マナ11速攻、で1マナ払うと防衛を持つクリーチャーによってしかブロックされない、ほぼアンブロですね、速攻のアンブロみたいなやつが他にもいるんですよ、例えばジンジャープルートみたいな速攻を持つクリーチャーにはブロックされないみたいなでやつで、アンブロのやつはちっちゃいやつが殴ってって通せば普通にその人のクリーチャー全部思想できますよっていう、そらそうねやばいです。そうね、今速攻の話がありましたんで、速攻の話させていただきたいんですけども、例えばここからはどんなカードが入るかっていう話なんですが、マナコスト小さいのから言いますと、まず混沌のドラゴン、3マナ44飛行速攻、結構スタッツ強いじゃんっていうでまずこいつ絶対強制コンバットっていうドラゴンなんですけど、殴りかなきゃいけない、で戦闘の開始時に20面ダイスを振るんですよ、で一番大きい出目を出した人を殴りに行けませんよっていう、でも3マナ44飛行速攻っていう殴りに行けないところが誰になるかは分からないけれども、その代わりにスタッツは優秀ですよというカードですね。で飛行は通りますから大体44のフライヤーキャッチできるっていうことはそんなにはない、そんなにないですよ、そういう兼ね合いで、飛行の速攻のドラゴン、結構いるんですけど、領空のヘルカイト、これもお安いです、4マナ65飛行速攻、これスタッツやばいじゃんっていう感じで、こいつはなんかちょっと能力よくわかんないんですけど、戦闘の開始時に直前のあなたの戦闘中に
こいつが攻撃しなかった対戦相手を無作為に選んで可能ならそのプレイヤーを攻撃する、だからまあ前の戦闘で言った人にはいけないですよっていう、でしかも無作為なんですが、6号の飛行速攻でめっちゃスタッツが高い4マナで、結構優秀なフライヤーですよね。そうね。はい。であとまあ飛行速攻で言いますと駆り立てられたドラゴンっていうのがいるんですけども、5マナ66飛行速攻、いやこいつもスタッツやばいじゃんっていうやばくないですかこの飛行速攻シリーズ。はいはいはい。こいつは駆り立てられたシリーズなんで、対戦相手に22の先制の騎士が3体出るんですよ。はいはいはい。まあ関係ないんで死闘しちゃうんでむしろ美味しいまである。美味しいまであるっていうでいいですよね。今ダメージ通りそうじゃないですか。まあさすがにこのサイズのねフライヤーを止め続けるなんていうことは基本的にはできないですよね。だからまあ速攻はまあそんな感じなんですけども、フライヤー普通に入れていいんじゃないかっていうのが、まあ、ライラとか好きですねライラカジュアルだと強いんすよライラとかアクザンとか後継のアンコンクリーチャー、これはですねカジュアルだけで遊んでる方で使ったことない方にはぜひ使っていただきたい。使っていただいて本当にやばいっすよぶっ壊れてますよ本当とかっていうのを、まあ、チューファッティの、なんか飛行でブロックできないようなやつ入れていただいて、通していただいて思想していただくと、いうと全思想になりますよね。そうですね。あと全思想してった兼ね合いで、チューファッティどんなの、まあ、チューファッティ結構入れていくんですがこのデッキチューファッティだらけなんだけどチューファッティだらけなんですけど、チューファッティちょっと発表させていただきたいんですが、最新の成長オヘルカスレム、これまたねまあいいですよね。これまたねでけえなっていうでけえっていうでけえっていうだけで採用してるっていうでけえやつがでけえの連れてくるっていうね5マナの6号トランプル取りやすいっていう、6号トランプですから、こいつがダメージを与えたら与えた分の枚数をめくって土地最大1枚か最大クリーチャー1枚場に出していいということで、こいつ通りますよ。思想してるしブロックできなかったら1点とか2点通りますから。ブロックしても通るんだしても通る通ったら思想ですからなんでチューファッティがあって継続が出てきますんで、で、まあ、死亡したら一応土地になりますっていうカードなんですけど、これいいですよね。そいついい。はい。であと例えばこれで思想して戦闘していく中で、航海士ターンガースってやつがいるんですけども来たね来たこいついいですよカジュアル逃走者おすすめのこいつはグルール4マナの55なんですけども、まず2体以上のクリーチャーによってはブロックされない、ということは1体以上消耗するというカードなんですが、対戦相手1人がクリーチャー1体で攻撃するたび、つまりそうされてる相手のクリーチャーが殴りましたと、でそれするたびこいつがタップ状態だったらなんですけども、こいつどうせ殴りに行ってるんで、そしたらその対戦相手の戦闘に参加してもいいですよっていう意味不明なこと言ってんだけどまあそういうカードですみたいな。でその対戦相手が殴ってる人、誰かを殴ってる人だったら大丈夫いいんで、そういう人に殴りに行ってもいいですよっていう。なぜか戦闘が始まると危機として戦闘に参加する謎の牛くんですよ。そうです。これじゃあちょっと待ってくれって、その油圧もみ消すってこうやって言われたんですよすいません戦闘中なんでね無理ですっていうことが起こりました。なるほどね介入できないんだよな。介入できないですこいつはね楽しいです。戦闘に参加します。絵面がねいいんすよねこいつね結構楽しいやつなんで、まあでもそういうチューファッティを、まあ、大量に入れ込みまして、マナはまあランパンはそんなにしないんですけど、マナクリ入れるぐらいで入れてって、あとドロソデの話ですかね、ドロソは結構弱い色なんですよね。まあそんなに強い方の色ではない、色ではないんですけど、例えば鋭い感覚第6巻みたいなのを貼り付けたりとか、トスキだとか、赤ルーティンとか、普通に入れていいんじゃないかなと思ったドロソが2枚あるんですけども、まず法の超越者オレリア、これは思想系デッキですから全てを兼ね備えてるそうねはい、ボロスの5マナ44の飛行警戒速攻です、飛行警戒速攻って時点で偉いじゃないですか。まあ偉いよねそもそもこいつが思想しに行けるっていうで、しかもプレイヤーが3体以上
クリーチャーで攻撃するたびドローできる、これも偉い。できるし、思想されたら相手のクリーチャーがコンバットに行くことでできるし、もう全部できるっていう、もうドローもチューファッティも兼ね備えてて、思想も兼ね備えてるっていう素晴らしい優秀なカードで、一応5点以上だと3点ドレインっていうのが誘発するんですが、これはおまけです、あんますることはないと思う、であともう1枚は点と点をつなぐっていうカードがこれちょっといいんじゃないかなって入れてるんですが、僕の好みなんですけど、今のところ起動したことはまだ使ったことないですね1枚ですからね1枚しか入ってないんで、来ないときは来ないんで赤2マナのエンチャントで、あなたがコントロールしているクリーチャー1体が攻撃するたび、あなたのライブラリの一番上にあるカードを1枚裏向きで通用する、見ることができない、ボーマットの球心みたいな能力なんですけど、で2マナであなたの手札を捨てるとこれを生贄に捧げて通用しているカードを全部手札に加える、ボーマットと球心の違う部分っていうのはこれエンチャントなんで、破壊しづらいということで、手札結構なくなるはずなんですよ。なぜならそんなにドローがね強くないから、強くないんで、ただ1枚1枚は結構マナコスト重いものが多いんで、そんなにすぐには消費しないかもしれないですけど、そうですね、でも手札は少ないはずなんで、殴ってきた数の方が多かったら今まで入れ替えちゃったらいいかなっていう判断もできると思うんで、僕はこれいいんじゃないかなと。使ってないですけどいいんじゃないですか、想像でいいかなっていう想像で、思ってるんで、これいいと思います。で今のプランで、それどうやって勝つんですかって思われる方がいますかね。いやだって思想されてんすよ。思想されてます。みんな思想されてます。基本的にその思想の輪だから、これそうそう抜け出せないですよこれ。みんな他人同士を殴っていかなきゃいけないっていうプランになるんですよ。ただ皆さん結構この思想のプランを甘く見られる方も多いんですけど、あれですよね、結局最終的には1対1で戦えますよねってなるんですよ。それはねやっぱり甘いんですよね甘いんですよ。ストデッキは1対1で戦えるから1対1になったらチューファッティ 3,4 体並んでるだけで一応あんま展開しないプランを取るんですね僕は。手札がなくなっちゃったりとかされたりとかすると困るんで、3体で殴ってったりだけとか、チューファッティの分にはね3体展開してれば盤面の圧的にはもう十分なんで、結構強いですから、10何点とか入る状態だったらもう十分なんで、あとに手札に2枚ぐらいチューファッティ抱えてる状態で再展開するみたいなことも考えた方がいいんで、あんまり展開はしないんですけど、減ってくんですよライフがみんな。で僕がライフ30点とかで相手が10点10点みたいな感じになると、一応フィニッシュできる手段として地震横揺れの地震、これは一応一撃で10点ぐらいだったら決めて最後殴りに行けば一応決まる感じにはなるということで、一応おまけですこれは。あったらいいなぐらいの、そんなに枚数は入ってないんですよ。あとは何でフィニッシュするかという話なんですが、フィニッシュ手段はすごいシンプルなめちゃくちゃ弱い安い呪文です。なんとこのデッキノームでフィニッシュするといういやこれはね困ったことに防げないこのね殴っていきます、最終的に。で中和って並んでるんですよ。で向こうはそうされてる状態でこっち殴ってこなきゃいけないんですよ。で戦闘中は介入できないんで、ノームを打ちます。そうするとノーム打ち消せません。打ち消せないですね。打ち消せないノームを打って、でその後に普通に空いてますからね。空いてますから全部殴ってますから、それを全部殴りに行く。でもう一回殴ってきたとしてもこっちはライフ30あってもう一回殴りに行くみたいなんで、どうせ削れるということで、なんとフィニッシュカードノームというこれ本当重要なポイントとしては打ち消せないということ打ち消せないノーム介入できないんで。介入できない。打ち消せないテフェリの防御とか打てますからね。打てますからね。やばいですよね。そんなんで勝っていきます。どうでしょうかこのコンセプト。大体そういう罠にはまる人いらっしゃいますよね。いらっしゃいますよね。結構強いです。カジュアルキラー。そうなんです。これ困ったことにカジュアルタクでこれ遊ぶじゃないですか。
でカジュアルなデッキから見たら脅威度めっちゃ高いんですよね、高いですね。高いからこっち処理したいんだけどそもそも処理する手段ないんですよ、なぜならクリーチャー戦を所望してるからですね。そうなんですよ、はい、でじゃあコンボデッキ、そのタコに混ざってた場合、どうなりますかっていうことなんですよ。みんな殴られちゃうっていうみんなそっちにっていうことなんですよねこれはみんなそっちに殴りに行くっていう、あそこコンボっぽいからじゃああそこ殴るかっつって。そうなんですよよくできてるでしょそうなんですよ、大体そうなっちゃう結構カジュアルタクだと強い構成になってます、で一応じゃあ1枚だけ面白カードを紹介させていただきたいんですけど、いいですか、こいつは昨日とても役に立ちましたこれと初めてね使ったんですが、やばいです、火を吹きました無傷のハクトスやばいです。赤ダブシンの白ダブシンってそんな出るのかっていう超出にくいっていうねちょっと赤ダブシンと白ダブシンは出すの昨日ちょっと大変でしたあそうでしょ、そうだよね。出るとめっちゃ強いです、61です61みたいな1みたいな、ね、1みたいな、各戦闘でこいつは可能なら攻撃する強制コンバットです、でこいつが戦場に出るに際し2か3か4を無作為に選びます、2か3か4を選ぶとして、何出てもいいんですけど、こいつは選ばれたそのプロテクション以外の数になります、例えば2を選ばれたら、2以外のプロテクションを得るというみたいなめっちゃ強くないですか。いやこれポイントはだから、こいつピン除去するしか基本的にはないんですよね。処理できないし処理する手段がない。なぜなら思想されてっから。確かにブロッカーいないんですよ、ブロッカー基本的に。で2とか3とか4そのターンにポンって出したやつしかいないんだからそういないですから、でそれがちょうど選ばれた数字じゃない限りブロックできないし、そうですかといって、これ花から1はプロテクションなんですよね。1はプロテクションです。絶対プロテクションなんでピン除去まあ1ですよ聞かないと。そうでなんとこいつ殴りに行って、2だったら2しかブロックできませんって言って、みたいなできないですよねブロック。パワー6なんで、痛いですよね結構ねこいつはだいぶ火を吹きました昨日いやこういうカード使えるのいいですね。いいですよね、これカジュアル逃走者ならではの面白カード。そうこんなのちゃんとした逃走者デッキだったら絶対お呼びかからないんだからこのカード。これかなりびっくりされてましたよねいいねそれって言ってましたもんねさっきこいつかなり面白かったっていうことで、まあこんな感じでほぼチューファッティが入ってるデッキになりますんで、ほとんどチューファッティですデッキの中にチューファッティとちょっとランパンとちょっとカード引くカードなんで、結構安く組めるはずなんですよ、感じになってますんで、結構おすすめになってますんで、組んでみていただきたいですね。あとこのデッキに入りそうな良さげなチューファッティコメントしていただけるとありがたいので。チューファッティっていうカテゴリーはですね膨大ですから膨大ですからいっぱいいますから、あとは高評価、80になりましたんで、いただければリスト公開しますんで。これはディオさんが非常に見せたがっていらっしゃる、見せたいんで高評価くださいなのでハードルが下がったというそうです仕様でございます高評価いただければいつでも公開しますんでお願いしますということで、あとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。